0度台？冬だ、待ちに待った一番好きな季節。そして前日の寒波襲来で、山間部は大雪。つまりはスキー場がオープンしたということ。ホームページでもオープンを確認。ついに来たシーズン開幕。どうも、冬大好きゆっくり実況者、セブンです。豪雪地帯で雪が積もり、スキー場が始まったということで、上質な雪質を堪能するために、白馬早朝スノボをかますべく、早朝にスキー場に到着するべく、前日車中泊をしていきたいと思います。車中泊予定地が白馬の近くということは、はい、気温がっつり下がるでしょう。予報では氷点下行くそうです。このキャンピングハイエースは、FF ヒーター搭載ですが、寝る前には消すので、起きるときは車内もがっつり気温下がるでしょう。果たして外気氷点下でも寝れるだろうか。明日のスノボーに影響しないといいんだけど。ちなみに時間はすでに深夜0時を超えています。これは高速道路を深夜料金にするためです。深夜0時から4時の間に高速道路を利用すると、料金が3割引きになります。23時59分に高速降りたら3割引適用なしで、0時1分なら適用あり。ただこの0時以降降りて3割引適用先方は、いずれ使えなくなります。変更後は、22時から5時に拡大して、その時間内に走行した分だけ対象になるみたい。本当はもう実装されてるはずだったけど、色々あって延期みたい。私頻繁に県外に行くために高速道路使うから、深夜料金になるのはありがたいんだけどな。いつかは時間内に走った場所が対象になっちゃうのか。今回車中泊予定の目的地まで、高速降りてから約30キロ。街灯なし山道なんだろうなって予想はしてたけど、ハイビームないと運転できないレベルだわこれ。山道に存在する、ライトなし系のトンネルでございます。おっかないって。そうこういうトンネルがいいんですわ。これはおっかないタイプのトンネル。ライト消したらガチで何も見えなくなる系ね。こういう時こそ対向車と後ろから車が来るのを祈ってるんだけど、誰も来ません。そりゃそうだよ普通深夜1時にこんな道走ろうなんて思わないもんね。道の駅小谷でもなく、小谷でもなく、小谷です。道の駅の所在地、小谷村は縄文時代から人が住んでいたことが発見された遺跡や石器からわかっており、1190年12月に出されたとされる、六条院の書状、という書物にて、初めてここの地、小谷という名が出てきたそう。その時に使われた万葉仮名がこの漢字で、鎌倉時代にこのように書かれるようになったそう。ただなぜ小谷と言われるようになったかは、正確には分かってないみたい。読みの違和感から歴史をちょっと見ると面白いなこれ。車中泊準備に取り掛かる。まずは領域展開、ベッドモード。3列目横向きシートの背もたれを外して、真ん中の空間にセット。机をどかさなくても設置できるのがチャームポイント。冬の相棒、スノーボードくんも乗ってるから、移動させてあげないと、寝れない。何気なく移動させてるけど、ハイエースにするまではこんなことできなかったからやっぱ革命だわハイエースって。このマットの材質が革系で気温に影響するタイプなので、寝袋の下に毛布を敷いて、下からの冷えを抑えれるようにします。使用する寝袋は、マイナス15度まで対応可能の、ベアーズロック。前回のキャンプで使った時は、5度ぐらいまで下がって、靴下なしで足先が冷えたから、今回はちゃんと履いておいた方が良さそう。枕も設置して車中泊モード展開完了。
はやっぱ寒い。外気温道路表示で0度とかなってたし、イルミネーション綺麗。リノベーションした施設は綺麗で清潔感もあって、トイレも快適に使用できました。現在車内気温は13度。寝るときは FF ヒーターを切るので、これがどこまで下がるか。二酸化炭素濃度は、今は外と変わらない数値になってるけど、密閉空間だとすぐ数値上がって、起きた時5000オーバーとか全然あるから、今回は、運転席と助手席の窓をちょっとだけ開けて、起きた時の気温と二酸化炭素濃度を確認していこうと思います。窓ちょっと開けてるから外の音がちょっと大きくなるけど、それは途中で起こされるようなレベルじゃないから問題なさそう。ただ、気温に対応できるか正直不安。足先凍りつくとかないよね。とにかくこのシュラフ君を信じよう。明日はスノボをやるし寝不足にはなりたくないな。ということでおやすみなさーい。寒いぞ。気温、一体どんだけ下がってるんだ0度台さすが白馬、車内を氷点下一歩手前まで導いてる。ただ意外にもめっちゃ快適に寝れた。心配してた足先の冷えは、防寒靴下を履いて寝たらちょうどよかったし、外に出てる顔だけ冷たかったけど、体はポッカポカで途中起きることなくぐっすり。あとやっぱ窓ちょっと開けるの効果絶大だ。二酸化炭素濃度がほぼ変わってない。夏は虫の侵入とか対策考えないといけないけど、冬はもう窓ちょっと開け作戦でバッチリだ。まさか氷点下環境でも快適に寝れるとは。やっぱ結露はちょっと起きてるなぁ。でも凍りつくほどではなかった。最高の景色と天気でおはようございます。さすがに寒すぎるから FF ヒータースイッチオン。FF ヒーターの乾燥能力で結露も吹き飛ばしていく。うおー。さあ明らかに夜よりも冷えてる。ただこの素晴らしい絶景。雪山の季節がやってきたー。ちなみにマイナス5度まで下がったみたいです。これぐらいの最低気温でも快適に寝れると分かったのはでかい。まだ全然温まってない。あと、やっぱ下に1枚毛布挟んだのも大きかったかな。やっぱこれがあるだけで冷たさ全然違った。朝のコーヒータイム、ウオッケトル冷た。収納までキンキンに冷えてやがる。ちょっと待って、水凍ったりしてない？車内氷点下間近だったけど。あ、よかった、普通に水のままだ。ていうか、冷蔵庫って3度ぐらいをキープしてるから、今日の朝は冷蔵庫の外の方が寒くなってたってことか。そういえば、氷点下になるときは水が凍結するのを防ぐために、水とか凍らせたくないものは冷蔵庫に入れておくといいって見たことあったな。冷蔵庫の方があったかいっていう楽天現象が起きてたのか。サブバッテリーは全く問題なし。電気ケトル使用時はおよそ 500W 消費。イオンで買っておいたドリップパックコーヒーと、コンポタ。ちなみにサンドイッチはほぼ氷かけてるっと。サクサクパン入りコンポタマジで推しです。本日の朝食、これでスノボーのエネルギーチャージはバッチリ。コンポタ、もっと買い込んでストックしておけばよかった。もうコンポタあれば生きていける。
寝てる時は、雨よけでカバーできる程度に窓開けてました。これぐらいちょっとでも、二酸化炭素濃度に大きく影響するんですね。マジかよまだ氷点下なの。道の駅おたり、ありがとうございました。今度来た時は食事どころと温泉も利用してみたい。ただそうなると、朝一に出るから高速道路割引ないんよなあ。一般道でご利用していけばいっか。本日の天気は快晴。小屋スキー場で絶景を堪能できるぞ。ただ気温が結構上がるっぽいから、早く行かないと、雪質が時間経つほどシャバ雪になっちゃうかも。大通りから一本狭い道に入った途端雪景色本格化。アイスバーン注意。よし、まずは曲がり道一本突破。のわー。スキー場行くまでにすでに絶景なんですけど、さっきまで雪全然なかったからちょっと心配になるレベルだったけどアイスバーン注意。よーしさすが4区スタッドレスハイエースだ。もう帰ってもいいぐらいだよ。ちょっと山登るだけで、こんな積雪量違うんだ。同じ人は思えないぐらい同じエリアでも景色めちゃ変わる。ゴンドラから眺める雪景色めっちゃ好きです。あとこれからスノボーするぞ。ってワクワクがどんどん膨らみます。ガガ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 。ちょっと待ってここ滑っていいエリアだよね？なんでこんなめっちゃ良さそうなエリア誰も滑ってないの？きたー。待ち望んだシーズンがついにやってきた。冬大好き系ゆっくり実況者セブーン。今年もシーズンイン失礼します。よっしゃようやくスキー場ロスから脱却することができた。しかもさすが白馬エリアのスキー場。雪質も最高。こりゃあ長い間上質な雪を楽しむことができるわ。よっしゃ行こうか。絶景を見下ろしながらスノボーじゃー。絶景を堪能しつつ。では失礼します。ふわー。ソロでスキー場って、気兼ねなく自由に滑れるのはいいんだけど、自分でどんどん滑っていくから、あっという間に下まで行っちゃって、休憩少なめで滑りがちだから午前中には体力尽きるんよね。さっきはここ左行ってリフト乗ったけど、さらに降りてみようか。このエリア貸し切り。よーしちょっとカービングターン練習しようっと。出し惜しみはしない。今ある力を全て出し切ってさらに上のレベルを目指すわー。
さすが白馬だ。そりゃ海外からもたくさん来るわ。平日に関しては、もう7、8割は海外観光客って感じ。聞こえるのはほぼ英語でした。ちなみに今の列はゴンドラ待ちです。よかった朝一で来て。一回ゴンドラ乗ったら一番下まで降りない方がいいんだね。アイスバーン注意。うお。でっかい観光バスまで来てるやん。やっぱ日本のスキー場ってクオリティ高いんかな。早割リフト券購入できたからまだ5000円台で済んでるけど、こういう規模が大きいスキー場って、当日券8000円とかが普通で、ここ数年の値上がりにビビりまくってます。頼むからディズニーランドのチケットよりかは高くならないでくれ。除雪用のブラシがここで生きるとは。極寒車中泊からのスキー場、うまくいってよかった。体調不良にならないか心配してたけど、全然問題なかったです。あとは、スキー場の景色をもうちょっと綺麗に撮りたかった。それはまた次のスキー場巡りでリベンジしようと思います。ということでまた次回の車中泊旅でお会いしましょう。